皆さんこんにちは。Welcome to Sayaz Onayami Radio. This radio series is entirely in Japanese, but you can download transcripts with and without free Ghana and English translation by joining Patreon membership. Find the link in the caption and let's get started. 今回はお悩みに回答していくではなくて、逆に私が先日インスタグラムで皆さんに質問したんですけれども、それに、返してくれた、回答を紹介します。質問は日本語で言ってしまったすごい恥ずかしいこととか、日本でやってしまった、恥ずかしいことを教えてくださいという質問で、ちょっと日本語を勉強するの大変だし、なんか悔しいなって思うこともあるけど、そんな失敗もこうみんなでちょっと笑えたらいいなっていう感じで、この質問にしました。で、もう80件以上かな、みんな答えてくれて、どれも結構面白かったのでどんどん紹介していきます。回答は日本語の回答もあるし英語のもあるんですけれども、今回英語の回答は英語のまま、ご紹介しちゃいます。では、とにかく全体的に言い間違いが多かったです。言い間違いっていうのは、例えばこんにちはをこんにちかって言っちゃったり、っていう感じなんですけども、この回答を見てて気づいたことは、こう日本語って50音ある音をこういろんなパターンで組み合わせたらどんどん、言葉が出来上がっていきますよね。例えばあから始めても愛、会う、会え、会おう、これ全部ちゃんとした言葉ですよね。なのでこう言い間違いをしてこう音を間違えて一つの音を間違えて言っちゃってもまだ言葉ではある。例えば青、ブルーの青って言いたくて間違えて愛って言っちゃってもそれは love っていう意味になりますよね。例えばもし英語だったら celebration のことを間違えて celebration とか言っちゃっても、なんかこの人celebration って言いたかったんだなとか、ちょっと何それ、その言葉わかんないってなってくれるけど、もし日本語だったら間違えて言ってもなんでこの人こんなこと言ってるんだろうっていう風に、思われてしまうので、言い間違いがしやすい上にこう言い間違えたところで間違いになるというよりかは他の言葉を言ってしまったっていう風になるので、こう周りの人があまり直してくれなかったり、こうたまたまなった他の言葉がすごく変な言葉で恥ずかしい思いをしたりっていうのが多いっていうことに今回の回答を見て気づきました。で、言い間違いがほとんどだったんですけれども、その中でも結構こうパターンがあったので今回は、4種類に分けました。4種類は1つは、言い間違えちゃって面白いとか可愛い間違いだったっていう場合と、2つ目で結構多かったのが言い間違えて失礼になってしまった場合、こう他の人をちょっと嫌な気持ちにさせちゃったかもしれないとかいう場合と、3つ目が下ネタですね。言い間違えて下ネタになっちゃった場合がすごく多かったです。で、最後のグループはなんかちょっと面白いこう議論の余地がある間違いなので、一つずつ紹介していきます。じゃあまずは間違えて面白いっていう感じのです。一つ目、自分の名前にさんをつけてしまってちょっと恥ずかしかったです。自分のことを話すときにさやさんはとか言うっていうことですよね。可愛いかな、これは。いいと思います。2つ目、instead of 父と弟と食べました。 I said 父と弟を食べました。この助詞を間違えるだけで日本語ってすっごい違う意味になっちゃうので、例えば私は魚を食べます、この語彙の語順のままで、助詞を変えることができて、私を魚が食べますとも言えるけど、そしたらもう I eat fish か fish eat me になっちゃって、全然違っちゃうんですよね、意味が。で、間違えたらもうなんじゃそれみたいな、
変な文になってしまうこともあるので、助詞って大変ですよね。次、ローソンで袋をお願いしますじゃなくてお風呂をお願いしますって言っちゃいました。面白いです。もし私が店員さんだったら笑っちゃうと思います。これ何が面白いかって、お風呂をお願いします、お風呂お願いって言うんですね。実際家族とかで住んでて、こう毎日お風呂に入る家庭ではこう誰かがお風呂を沸かさないといけないじゃないですか。でその時に言うのがお風呂お願いって言うので、なんかそれをローソンで言っちゃうのはすごい面白いと思います。次、初対面の人にお前の名前は何ですかって言っちゃいました。これもう一つ似たようなのがあって、 I referred to the person I was talking to as お前。これね、あるんですよ、時々こういう私が逆にお前って呼ばれるパターン。生徒とかで、新しい生徒とかね、でなんかお前はとか言われて、なんかアニメで日本語学んだのかなって思うし、この生徒って分かってるから、その生徒の日本語のレベルを見て、まだあんまり上級者じゃないから間違いで言ってるんだって分かるから、別に許せるんですけれども、こういう時ってなんかどういう風に直そうかなって悩むことがあって、なんか私は先生なんだから私のことをお前って言わないでとか言ったら超偉そうじゃないですか。でももし直さなくてその人が他の人のこともお前って言ってたら、ちょっとそれは良くないので、さりげなくお前って他の人に使わないの知ってますかみたいな感じで教えます。でもこの人たちの場合は単純に間違えて言っちゃっただけだと思いますが。で、あと似たようなので、I was on Hello Talk, I mistakenly referred to myself as 俺。あとは saying 僕 instead of 私、 I'm a female and it came out accidentally。 これ最近だとね、その女性であっても男性であっても僕でも俺でも私でもこうジェンダー関係なく使いましょうみたいな感じではあるんですけれども、この僕、女性が僕とか俺っていうのって実際面白いんですね。なんでかっていうと、実際にそういう風に日本人の女性で自分のことを僕俺って呼ぶ人はいるんですけれども、結構こう特定のグループの方で、ちょっとオタクとかなんかすごく変わってる個性的な方が呼ぶ感じなので、もし私が自分のことを僕って言い始めたら、なんか多分友達とか家族はどうしたのってなるような感じ。それは別に私が女性なのに男性用の一人称を使ってるからではなくて、そういうタイプの人間になったのかなって思われてしまうからです。でもこれも可愛い間違いのうちに入ると思います。あと2人の方が同じ間違いをしていたんですけれども、一つがお店を出かけて店員さんに、お店を出る時かな、店員さんに行ってらっしゃいと言いましたとか、あと、We rented a car in Japan and I said 行ってらっしゃい to the clerk when driving off。 なんかいいかもしれないなんかこういう間違いで多分向こうもこうにやりとしてしまって、なんかいい日になりそうですね。いい気分になりそうです。なので、ぜひ多分あなたの間違いは他の人を笑顔にしたと、信じてください。あとは I was in Japan for Japanese school while working on my バイト。 I said to my 店長は the leader of the バイトだね。I said to my 店長、はい先生。これあれですね、なんか学校で先生のことをお母さんって言っちゃった時みたいな感じがしますね。あとは、A girl complimented my hair type and instead of saying いえいえ I said いよ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 ってこれ意味は知っているのかな。いよいよってfinally みたいな、でも結構こうドラマチックな時に使う感じなのでもしこう私が誰かの髪褒めてその子がいよいよって言ってきたら笑っちゃいますね。次は日本人でもよくある間違いなんですけれども、
I bought a small souvenir at a museum and the worker had made me a handmade origami crane. It was super sweet and I told them it was かわいそう trying to be nice. これ日本人もつい言っちゃう時があるんですね。こう何々そうって it seems とかね、例えば美味しそうって言ったら oh it seems so delicious みたいな感じなんだけど、かわいいだけそうをつけてしまうとかわいそうはピティとかポーユとかいう意味になるんですね。なのでこう私もなんかすごい可愛いものを見て It seems cute って言いたい時についかわいそうって言ってしまって可愛いみたいな言い直すことがあるので、これは、日本人でも間違えるので多分向こうも可愛いって言いたいんだろうなって分かったと思います。あとは、While buying things at stores, I often refuse the bag at the register. I don't need a bag, thank you は袋がいりません。However, not knowing this sentence at the time, I instead said カバンが欲しくないです and got confused looks every time. そうですね。でカバンはバッグですけれども、日本語のそのプラスチックのバッグだったら袋って言います。なのでカバンっていうと本当にお出かけするときに使うちゃんとしたカバンなので、これいりませんってもし私がコンビニ店員で言われたら笑っちゃいますね。これもねなんかこうちょっとconfused looks になるけど、もし気づいたらなんかいいな面白いなって思って笑える、人をいい気分にさせる、間違いだと思います。あとなぜか元気ですに関連する間違いが多くて、例えば I spent a few days working on an art event and making 和菓子 for it with the friend list おばあちゃん and when the event was over she was saying goodbye to me and said お元気で I thought she was saying 元気ですか so I replied 元気です right after I realized my mistake and felt super embarrassed。お元気でって take care っていう意味なのでtake care って言って yeah I'm good って答えちゃったってことですね。おばあちゃんフレンドリーなのできっと笑ってくれたでしょう。あともう一つお元気でがあって、I wanted to buy something on my first day in Tokyo and they said 現金 and I replied with 元気ですこれ面白いですねもし私が店員でなんか現金でしか払えません Please pay in cash とか言って向こうが元気ですとか言ったらよかったですね Good for you って感じになっちゃいますね。これもなんか面白い、笑っちゃう、笑顔になれるタイプの間違いです。では面白い感じなのはここまでで、次はこう間違えて言っちゃって失礼になるタイプですね。例えば saying おはよう to people のございます、おはようございますの代わりにおはようと言っちゃってた。でもねこれ日本語の先生としても結構迷うんですね。なんかこう新しい生徒とかがこうずっとカジュアルフォームを使ってる、なんか何とかだよとか何とかでしょとかで丁寧語を使うかどうかって別に、先生と生徒だからとかいう上下関係とかじゃなくて、ただ単にこう距離がそんなに近しくないから使うっていう感じなんですね。なので実際に会ったことない人、こうオンラインでしか知らない人ってやっぱりそんなに近しくはないので、どんなに長いこと授業やっていてもね。なので敬語を使うのが普通っていう感じですけれども、なんかよっぽどすごく仲良くなってもう本当に友達みたいな感じで話し始めたら全然カジュアルでもいいんですけれども、たまになんかこう初めての授業なのに最初からカジュアルな時にこの人はなんか私のことを近しい存在だと思ってるからそういう風に言っているのか、もしくは実はそのカジュアルで話すと時々失礼になってしまうっていうことを知らないのかどうかわからないので、なんだろう、コースとしてもなんか生徒に丁寧語使ってくださいとかちょっと言いにくいのでどうしようかなって結構悩むことがあります。
そんなのも気にしないで自分は好きに話したいっていう人は全然それでいいんですけれども、でもねやっぱりこう日本でいい人間関係を築きたかったらそういうことを知っておくのも大切かなと思います。次、I kept mistakenly saying hi 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 when agreeing not knowing it was rude。 この前リールで、どうやってパッシブアグレッションをこうスルーするかレイゴーするかっていうので、一つ紹介したのがはいはいはい OK ですみたいなはいを連発するっていうやつで、そこへのコメントでなんかそれはそれでパッシブアグレッションじゃないって言われて、確かにそうなんですね。はいはいはいだけでもう興味ないですっていう風に見せる感じだから、なのでその人に対しては実はそうなのでこう本当に必要な時じゃない限りは使わないでくださいって言ったので後ほどそれが失礼だと気づけてよかったです。次、I wanted to tell the delivery guy it's so late, thank you for coming since it was past 10 p.m. and was quite grateful, but I just said 遅いです。And I think it came out as you're late. I corrected it after I saw his confused expression, but it was pretty embarrassing. よかったです。気づいて、直せて。これ結構、これはなんか、この人間違ってるんだなって分かるっていうよりかは、もうそのまま、この人遅いですって、You are late って本当に言ってるんだって信じちゃいそうなので、もし自分がデリバリーガイだったら結構、なんだよこいつって思いそうですよね。なので、直せてその場で直してよかったです。皆さんも気をつけてください。もし Thank you for coming when it's so late って言いたかったら、遅くにありがとうございますです。次Please wait a moment って言いたいときに I couldn't decide whether 少々お待ちください or ちょっと待ってください like which was more the vibe, but somehow my brain decided the appropriate compromise was ちょっと待ちなさい。ちょっと待ちなさいとかもアニメとかでしか聞いたことないかな。で、正しいのはちょっと待ってくださいですね。逆に少々お待ちください。少々お待ちくださいでもいいけど、なんか私はちょっと仕事場とかで使うかな、普通。少々お待ちくださいも丁寧でいいと思うんですけれども、ちょっと待ちなさいは誰って感じがしますね。このアニメで日本語を学んだかなって思ってしまう系ね。例えば公園の鳩が来たらうせろと言いました。笑われてあっちに行けって言えばいいよって言われました、ね、このうせろっていうのもアニメでしか聞いたことないですよね。なので直してくれる友達がいて、よかったと思います。では、次は興味深い、グループです。まずは結構こう間違いって言ってたけど全然直してくれなかったっていう人が多くて、例えば I kept saying 久しぶり instead of 久しぶり for weeks when catching up with friends とか、I repeatedly called 洗濯三角、正しいのは洗濯ランドリーで、間違えて三角って言ってたってことですね。 And my host parents never corrected me。あとは For a while I was saying 愛している instead of 合っている and people wouldn't correct it。 これ日本人って直してくれないのかな。なんか私だったらこう小さい間違いはもうたくさんありすぎたらこう一つ一つ直してたら会話も続かないし直さないかもしれないけど、でも愛している instead of 合っているとか洗濯って毎回使うのにずっと直してくれないとか、なんか weeks 何週間も同じ間違いしてるのに直してくれないっていうのはちょっとかわいそうですよね。はい。それから I address my wife as 奥さん in front of my boss。 これね、この自分のパートナーをどう呼ぶかっていうのも日本人の間でもずっとこう議論になっているんですけれども、一番正式なのは正式な場面で自分の、女性のパートナーを呼ぶとき、結婚している場合ねは、妻っていうのが一番正式で、奥さんっていうのはもともとは
奥方とか奥様っていう言い方で、相手の配偶者に対して尊敬語として、奥様と使っているんですね、今は。なので自分の妻、自分のパートナーに対しては使ってはいけないんですけれども、最近だと結構使ってる人も多いかな。なんか逆にこう自分のことを奥さんって呼んでるとこう自分のパートナーを尊敬している感じがして好印象っていう人もいますし、逆に、奥って奥さんの奥ってこう家の奥っていう意味なんですね。The back of the house。つまりこう出てこない人、ずっと家事をしている人とかになってしまうので、それは結構女性は家にいるものっていう考え方を連想させるからこうあまり使わない方がいいっていう人もいますし、で嫁っていうのも本当は、親が、使う呼び方なので自分の、パートナーには使わないのが普通です。でもこれはみんななんかこう結構バラバラなのでそんなに悪くはないかなと思います。Bowed and apologized to a trash can after bumping into it accidentally。 かなり日本人になりましたね。ゴミ箱にすら、お辞儀をしてしまうという、いいと思います。そのマインドセット。それから Got on the first train in Shibuya, woke up after about 3 trips to Yokohama, 1991。 Wow。ファーストトレイン、始発ですね。始発ってことは4時とかなので、パーティーとかした後なのかな。横浜まで行ったってことはこう最後の駅で誰も起こしてくれなかったってことかな。必要な睡眠を取れたならそれはそれでいいでしょう。I walked into a local celebration during Health and Sports Day and watched an idol group sing。なんかいいですね。日本らしい経験ですね。こうふらふら歩いてたら、間違えてアイドルグループのコンサートに入っちゃったみたいな、それはそれでいい、体験になったと思います。はい、では、最後はもう下ネタですね。言い間違えて下ネタというかこう下品になっちゃったのとかね、並べていきます。言えないのは言いません。saying 触ってもいいですか instead of 座ってもいいですか。 Can I sit here の代わりに Can I touch you って言っちゃったってことですね。これですね。このまさにこうすかさの違いだけなのに、本当にそれだけなのにもう意味が全然違っちゃって、こうかなり失礼というか気持ち悪い人になっちゃうっていうのがね、日本語らしい間違いですよね。学校で勝負のことを勝負と呼んじゃった。 I said 血検査 instead of 血液検査。ちょっと言えないのが多いです。付属 and 風俗 pronunciation mistake。 I was talking to my students and I said I like おしっこ when I meant to say おしんこ。しかも生徒に言っちゃったんですね。I was learning and I struggled to tell apart la and u in カタカナ。So I read ランチ as うんち。みんな大変ですね。発表の時反対と言いたかったけど変態と言ってしまった。というわけで、長くなってしまいましたが、皆さん面白い回答をたくさん送ってくれてありがとうございました。これからもこういうことを時々やるので、もしインスタグラムまだフォローしていないという方はぜひ、してください。さや_ジャパニーズ_レッスンです。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。いつも通りのお悩みも募集していますので、もし何かお悩みがあったら、info@sayajapanese.com まで送ってください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning.